皆さんおはようございます。現在の時刻が7時33分です。車内の気温はマイナス 0.6 度ですね。結構寒いです。ちなみにこれは湿度で、ハイっていうのは高すぎるというんですね。で、車外の気温はマイナス 2.9 度ですね。すごい寒いです。で、昨晩はね、すごい寒かったんで、電気式毛布をね、ちょっと敷いて寝ました。出力中ぐらいで寝たんですけども、めちゃめちゃ快適でした。やっぱし電気式毛布いりますね。外気温がね、氷点下を下回る時はやっぱしいりますね。すごく暖かかったです。で、車外はね、こんな感じでから雪に包まれてますね。めちゃくちゃ嬉しいです。で、昨日ね、なんかやっぱし妙に寒いなと思ったんですけども、まずね、開けたまま寝てました、やっぱし。指2本分ぐらいね、開いた状態で寝てました。だから雪がね、入り込んでましたね。寒いはずです。うっかりしました。よし。ちょっとじゃあね、外見てみましょう。しゃ。はい。雪はこんな感じですね。ほとんど積もりませんでしたね。寒いんですけども、雪はもう全く積もりませんでした。ですので、これぐらいだったらですね、もう問題なく、スッと脱出可能ですね。OK です。よし。じゃあ、ちょっとね、お手洗い、利用させていただきましょう。本当にね、ありがたいですね。はい。でね、こちらの場所なんですけども、結局ね、朝まで入ってくる車はなくって、僕はね、目を覚ました瞬間ぐらいに車が入ってきました。で、その1台がね、入ってきたぐらいでから、あとはね、入ってくる車なかったです。静かなね、夜が過ごせました。よし、じゃあね、ちょっと寒いんで車の中に戻りましょう。戻ってね、朝ごはんをね、食べましょう。はい、ということでね、今朝の朝ごはんなんですけども、これ昨日買った桜餅ですね。このタイプのやつです。珍しいんでね、岡山県民からしたら、これをいただきたいんですけども、桜餅にはね、お茶が合うんで、お湯を沸かしてお茶を入れましょう。家から持ってきた水道水です。手がね、温かいです。はい。で、お茶をね、入れましょう。お茶はね、僕のこの、とっておきボックスの中から出しましょう。これですね、伊藤園の多いお茶。こういうのをね、全部この中に入れてるんですけども、これね、もうちょっとね、大きい分に変えた方がいいかもしれませんね。最近ちょっと容量不足を感じてます。はい。沸くの早いですね。もう沸きました。急ごう。はい。火を止める。ああ、ぴったり。よし。完成ですね。じゃあね、いただきましょう。いただきます。果たしてお味は。美味しいです。味は普通の桜餅なんですけども、その餅の部分が違いますね。パンケーキっぽいというか、美味しいです。気温0度なのでね、冷蔵庫の中で冷やしたような感じで少し硬くなっちゃってますね。よいしょ。お茶。やっぱり甘いお菓子にはね、お茶が合いますね。はい。まだね、朝ごはん中なんですけども、ちょっと同時にね、データを移し替えしておきましょう。またしてもね、結構時間かかると思うんで、45分ぐらいね、移し替えにかかるらしいんで、このままね、ちょっと放置します。で、今の残金なんですけども、1044円ですね。もうこんだけです。で、今日はね、もう最終日になると思うんで、まださらにね、東の方に向かおうと思うんですけども、今日入るお風呂なんかも考えて、お金をちょっと残さんといけなと思ったんですけど、お風呂はね、今回はね、ハワイ温泉の方に行こうと思うんですけども、この辺のお風呂って高いんですよね。で、安い順に500円とか600円の分見ていたら、コロナのため日帰り入力 NG とか、あと700円とか1000円とかしたりとかして、お金が空っぽになっちゃうんですよね。ですんで、ちょっとね、どうしようかと思ったんですけども、とりあえずね、一箇所、面白そうなお風呂は見つけてるんで、そちらに行くとして、今の現在地がこの辺りで、今日はね、こっちの方に泊まろうと思うんで、ちょっとね、移動していきたいと思います。はい、じゃあね、もうパパッと片付けしてから移動します。あと、ごちそうさまでした。お湯で洗いましょう。炊飯器はね、内側のコーティングがしっかりしてるんで、こんな感じで、拭いたらね、綺麗になれるんで、すごい便利です。車中泊旅向きですね。
よいしょ。はい、こんな感じでね、綺麗になりました。じゃあね、あとはね、雪焼けとかをして、出発の準備をね、進めます。よし、そしたらね、雪焼けしましょう。ちょっとね、充電がちょっと衣たいんで、まずはね、上のソーラーパネルの雪焼けからしましょう。よいしょ。おお、凍っちゃってるな、これ。よいしょ。ドアがね、もう開かなくなってきてますね。またね、ちょっとなんとかしないといけませんね、これは。はい、上ね、雪焼きしました。どうでしょうかね、これで発電してくれればいいんですけども。72ワットで発電できますね。すごい。バッチリです。電池が少なかったんでね、ちょっとどうかなと思ったんですけども、良かったです。はい、いい天気ですね。1時間でもね、2時間でも充電できたら嬉しいんで、期待しましょう。よし、かけましょう。今回車内の結露が激しいですね。50cc ぐらいですね。たくさん取れました。よし、OK ですね。はい、ちょっとね、車前に出します。カースロープを外しましょう。よいしょ。これ本当に便利なんでね、皆さんもっとことをお勧めします。どんな場所でもね、平らにできるんで、めちゃくちゃ便利です。よし。はい、ということでね、今から脱出するんですけども、走行中にね、E フレルドの方、走行充電します。今ね、専用のシガーソケットで充電してるんですけども、すごいですよね。走行充電で 120W で充電してくれるんで、すごい早いです。ですね、これが10時間ぐらいで満タンになるんですかね、多分。で、もうね、晴れ間は消えてから、いきなり雪が降ったりとかしてから、ソーラーパネルの恩恵はね、受けられなくなったんですけども、仕方がないですね。じゃあね、ちょっとね、今日のね、宿泊予定場所なんですけども、まだ決めてないんで、まずはそちらの方に向かいながら、どこが泊まれるかなというのをちょっといろいろ探してみましょう。はい、じゃあね、出発です。寒いけど行きましょう。よっ。はい、問題なく脱出できました。様子のケースすごいですね、本当に。よいしょ。ちょっとね、巨大な風車が見えたんでね、行ってみます。なんかね、車が走った跡がないんで、やばそうな道ですけども、まあ、なんとかなるでしょう。あれ、対向車来た？よいしょ、ありがとうございます。譲り合いの精神。はい、風車がね、見えるんですけども、その凄さが全く伝えられませんね。とりあえずね、すごい速度で回ってます。で、この先にね、ちょっと道らしき道もないんで、U ターンしてからね、戻りましょう。ごめんなさい、尺稼ぎみたいなここなっちゃいました。よいしょ。皆さんすいません、秘宝です。僕ね、逆方向に向かってました。ちょっとね、U ターンしましょう。あー、怖いね。雪が降ったら道が分からなくなりますね。はい、U ターンしてきました。東に進んでると思ったら西に進んでました。めちゃくちゃびっくりです。はい、でね、たまにね、そんなに雪が好きなんだったら冬の鳥取とかにね住めばいいのにって言われるんですけども、いや、僕もね、できることならそうしたいんですよね。できる方法がないかね、ちょっと考えてみたいと思います。一番の問題はね、ポータブル電源の充電なんですよね。それができるかできないかっていうのが問題なんで、活動の拠点になるような場所を探して、そこを中心にね、回るような格好をすればいいのかなと思います。ここですね。でね、ちょっとね、ここ1個立ち寄ります。こちらはね、成石の浜っていう場所ですね。
駐車場がどうかわかんないや。ちょっとわからないからこんな感じで止めさせてもらっておきましょう。ごめんなさい。でこちらはね、成石の浜っていうところの駐車場で、ここにはねトイレとかがあるんですよね。あそこにはねコインシャワーもあるんで、車中泊させてもらえる場所なのかなと思ったんですけども、カフェとかあったりとかしてからね、いまいちわからないんで、こちらはちょっと利用させていただきませんでした。であっちの方に成石の浜っていうのがあって、なんでしょう、石が乗るらしいんでね、ちょっと行ってみたいと思います。観光ですね。0円観光を楽しみましょう。よし。足の下階段になってますけども、ちょっとよくわからない。よっしゃ。ここはね、石積みのアートの場所でから、あんな感じでね、石を積んでいくような場所らしいです。僕もね、ちょっとなんか積んでいきましょう。水が引くときにですね、ゴト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 音がしてるんですよね、これ。すごい。だから泣き浜なんだ。いやー、知らなかった。よし、じゃあね、ちょっと僕もなんか石積みましょう。センスがね、いいところをちょっと見せましょう。頑張ります。うまくできるかな。よいしょ。で、まだか、違う。ピンときました。分かった。こうすればいいんだ。よし。雪で石を立てる。こうですね。こうして石を置く。ほい、できた。ほら、すごい。天才的、素晴らしい。で、あとはこの雪を取ればいいんですけども、それはちょっと置いときましょうかね。ああダメかな。やっぱり雪は外しちゃうとダメですね。最後チャレンジ。よし。で、あとはよし、できた素晴らしいですね。はい、OK ですね。いい感じのができました。ちょっとね、ずるしたっぽい。まあいいやいいのができました。よし、じゃあね、成石の浜楽しんだんでね、ちょっと次行きましょう。わあ、すごい気持ちがいい天気。お腹空いてきたな。おー、はい、じゃあね、お腹も空いたんで、ちょっともう今からご飯ちょっとね、何度か調達しましょう。今あと1044円のままなんで、近くに激安スーパーがあるんで、そっちにちょっと行ってね、何か軽く食べれるものを調達しましょう。あ、道の駅ありますね。ちょっと寄ってみましょう。道の駅ポート赤崎さんですね。すごいな、遊園地。うわ、すごいな。地元の野菜とかね、多分売ってると思うんで、なんかないか見てみましょう。こちらですね、産直があるんで、ちょっと見ていきましょう。何かね、いいのがあったらいいんですけども、ちょっと見ていきましょう。おお、安いですね。パンが半額で売ってますね。お腹空いてるんでね、ちょっとこちらをちょっと買っていきましょう。ブルーベリー入りのね、パンにしましょう。ブルーベリー目にいいらしいんでね。はい、お願いします。はい、では67円頂戴いたします。はい、よいしょ。はい、ということでね、パンを買ってきました。ブルーベリーパンですね。67円でした。で、あと結局残金がね、1044円から67円使って977円になりました。
でね、宿泊場所出るときにね、激安スーパーいるって言ってたんですけども、激安スーパーの方でも買い物したいと思います。じゃあね、ちょっとパンをかじりながら、そちらの方に向かいたいと思います。はい、行きましょう。よし。はい、ということで、ね、到着です。スーパーセンタートライアルですね。僕のね、大好きな店です。はい、でね、今の時間がね、1時50分ですね。ちょっとのんびり向こう出たんで、時間かかっちゃいました。で、残機も時間もね、ちょっとあんましないんですけども、パパッと行ってね、美味しそうなものを買っていきたいと思います。よし、じゃあね、行ってきます。はい、いろいろね、買ってきました。ちょっとね、何を買ったかとか、いくら使ったかはね、ちょっと後で報告することにします。いい買い物がね、できました。はい、ということでね、帰ってきたらね、3時10分でした。やっぱりね、1時間ぐらいちょっとうろうろしてましたね。まあ、いつものことなんでね。で、ちょっとね、お昼ご飯パンしか食べてないんですけども、今から食べてたらね、ちょっと晩ご飯食べなくなっちゃうんで、オレンジをね、食べましょう。これをね、かじっていきたいと思います。よし、剥けました。みずみずしい。よし、いただきます。甘くて美味しいです。よし、美味しかったです。ごちそうさまでした。で、これからね、今夜泊めさせてもらおうと思う場所に移動しようと思うんですけども、今夜の宿泊場所は、ハワイ温泉のある東郷池っていう場所で、で、この辺はね、ぐるっとね、一周温泉があるんですけども、この池の周りにね、いくつも休めそうなスポットがあるんで、ちょっと今夜はね、そちらの方の場所を利用させていただきたいと思います。もしかしたら前回利用させてもらったユーユーパークの方になるかもしれないんですけども、ちょっとね、その辺も踏まえた上で、いろいろちょっとうろうろしてみたいと思います。よし、行きましょう。よいしょ。快晴ですね。今日雪予想なんですけどもね、めちゃくちゃ晴れてます。はい、ということでね、東郷池の方に到着です。この左手の方がね、全部東郷池なんですけども、すごく大きい池です。よいしょ。よいしょ。すごくね、いいとこなんですけども、ここにね、トイレはないですね。あそこにありますね。あれ多分トイレですね。あ、そうですね。正解ですね。お手洗いありました。駐車場からね、もう100メートルぐらいですかね。昨日よりかはね、全然近いです。いや、いい場所ですね。わあ、どうしよう。利用させていただきたいんですけどもね。ちょっとね、まだたくさん場所があるんで、少しうろうろしてみましょう。はい、見えてきました。こちらがね、メインイベントの場所ですね。こちらはね、足湯があったりするような場所なんですよね。あと温泉サンドなんかもあるんでね、温泉が買えるんですけども、なんでしょう、足湯はね、利用制限中になってますね。僕ちょっとここの足湯を利用させてもらおうと思ったんですけども、あ、マスクを使えってことか。マスクは大丈夫。マスクは常識。ちょっとね、見に行きましょう。足湯はね、24時間使えるみたいですね。で、そこがね、温泉サンドですね。あとトイレがあればいいんですけどもね、温泉100円でね、100リットル売ってくれるそうです。すごいですね。で、ここでね、温泉卵が作れるみたいです。どうやってやるんだろう。なんか、網かなんかあった方がいいのかな、これだったら。柔らかい。だから自分の好きな人によっては15度でいいとかいう人もいますけど。温泉卵博士にね、今聞いたら、やっぱし30分ぐらいがね、いいらしいです。で、建物がね、気になるんで、ちょっと、もしね、建物がお手洗いだったら、ちょっとこちらの場所でね、車中泊させていただけたらすごい最高なんでね、期待を胸に行きましょう。どうでしょうか。あら、使用禁止になってますね。ダメなんかな。
故障。女性の方もキープアウトだったんですね。ああ、男性もダメだ。ああ、低温注意報が出てるから凍結を防ぐために使用中止だってなってますね。そうなんじゃ。困りましたね。そうか、そしたら多分この辺ぐるっともね、あってもおトイレが使えない可能性が高いですね。ああ、綾部駅公園。でこれ目の前がトイレですね。ちょっと歩いていただきましょう。ここもね使用中止になってますね。あら、これじゃあね止まらせていただきませんね。困りましたねこれは。ちょっともうちょっと回ってみましょう。こちらの広場はどうでしょう。ロープ張られてましたね。もう使用禁止ですっていうロープが張られてました。これじゃあちょっと困りますね。どこにも、トイレが利用できない可能性があります。ちょっとね目の前のトイレ見に行きましょう。一応ここは OK ですね。ここはねまだロープ張られてませんね。でもねもしかしたらもう水が出ないかもしれないんでちょっと確認だけ。一応出る。ここ東郷湖の一周ぐるっとあるトイレの中でから唯一今とりあえず使えるような状況ではあって、水も今確認したら出たんですけども、向こうにあるトイレはもうロープが張ってあったんですよね。でもしかしたら順番にもうぐるーっと時計回りにこの湖の周りを回ってきてから最後に空いてるだけの可能性が高いんですよね。これじゃいけんな。だからねおトイレが使えないっていう状況ですね。ここもロープ張られたらね僕もちょっと使えないんでどうしましょうかね。ちょっと一旦車戻ります。さてどうしましょうかね。でね今ね百合浜町っていうところにいるんですけども、今晩ねしっかり冷えてしっかり降るみたいなんです。でも乾いた雪なんですけどもね。で目の前のトイレはね今一応水が出たんですけども、これ止まる可能性は十分考えられるんですよね。寒い時ってね意外とトイレに行きたくなっちゃうんで、トイレが使えなかったらもう車中泊ならないんでちょっと仕方がないんでね、今回は悠々パークさんのね延長園さんの方に行かせていただきたいと思います。で当初考えたお風呂はこの辺にあるね350円で入れるなんたら文化財に指定されたというお風呂に行こうと思ったんですけども、そちらに泊まったらねトイレがある場所で車中泊できなくなっちゃうんで、もう仕方がないんでね、今回はこちらですね、ユアシス東郷竜王閣さんですかねのお風呂にちょっとね入らせていただきたいと思います。こちらでお風呂を入らせていただいて、道の駅延長園さんの敷地内にある悠々パークの駐車場で車中泊させてもらうという格好にねさせていただきたいと思います。僕ね旅先ではね同じところで2辺車中泊しないようにしてるんですけども、今回ばかりはね仕方ないですね。じゃあねユアシス東郷竜王閣さんの方にね行きましょう。370円ちゃった。どうしよう。